こんにちは、レイト開発の K です。今回の動画はですね、このジムニーのフロントデッキとリアデッキ、あとはシャックルの交換方法についてご紹介させていただきます。で、ちょっと、それ何っていうのがあるといけないので、先にちょっとお見せしておくと、フロントデッキっていうのはこれです。これですね。この基板が乗ってる、もうこの、ラダーフレーム、左のこのフレームと右のフレームを繋いでる、ここの部分ですね。このデッキと、で、リアは分かりやすいですね。これです、これ。この部分。これの交換方法と、あと、シャックルはご存知の方多いと思うんですけど、これですね。このサセが動いた時に、ここでこう動いてるこのパーツ。これの交換方法をご紹介させていただきます。で、今回なんでこの、フロントとリアのデッキとシャックルの交換方法セットでお伝えするかっていうと、このフロントデッキまず見ていただくと、このシャックルの付け根がデッキと一体になってるんですよ。で、リアも一緒ですね。この、シャックルの付け根だったり、あとはこちら側のピボットって言って、こうシャックルと反対側のこの付け根ですね。ここが、やはりこのデッキと一体になってると。要は足回りですよね。このシャックルだったり、このシャックルの付け根の方だったり、こっちのピボットの方だったり、まあ、この辺り破損してしまったとか、まあ何か理由があって交換したいよっていう時に、このシャックルの外し方だったり、デッキの交換っていうのがセットになってきますので、今回ですね、一つの動画でそこをご紹介させていただこうかなと思います。で、まずこの車体からですね、ボディを取り外す必要があるんですけど、そのボディの脱着方法については別の動画ですでに上げてありますので、概要欄にですね、リンク貼っておきますので、そこがちょっとまずわかんないよっていう方は、まずそちらを見ていただいて、ボディを外していただければと思いますが、簡単です。もう6本外すだけなんで、この奥、ここだけちょっとわかりにくいかもしれないですけど、この手前に見えてるこの4本のネジじゃなくて、奥の方に2本ネジがあるんで、ここの2本外す。で、ここの2本外す。で、後ろのこの2本。これも奥の方ですね。奥の方の2本外す。それでもうボディバカッと取れますので、あとはボディ外して、ここにコネクターが刺さってるんで、それを慎重に抜くというだけなんで、まあまあ、大体大丈夫だとは思うんですけれども、もしそこがわかんないなっていう方は、概要欄からボディの脱着方法の動画を確認しつつ、またこちらの動画でですね、この前後のデッキの外し方、このシャックルの外し方っていうのを確認していただければと思います。じゃあちょっとこちらの動画ではもうボディを取ってあります。タイヤを取ってあります。ここからスタートしていきたいと思います。で、どうするのがいいのかな？ちょっと順番迷っちゃうんですけど、説明しやすいように、今回の動画では、まず前後のデッキを外しちゃいますね。で、デッキを外した後にシャックルを外します。でも、中にはシャックルだけ外したいよっていう場合もあると思いますので、その場合は概要欄にタイムスタンプ貼っておきますので、それでシャックルの外し方まで飛んでください。このシャックルだけ外したいよっていう場合は、そのデッキを外さなくてもですね、シャックルだけ外すことは全然できますので、それはまあ、その作業内容、目的に応じてやっていただければと思いますが、じゃあ今回はまずデッキを外します。じゃあちょっとこのフロントはデッキ外すのに、この基板がついたままだとやりづらいんで、このネジ1本外してですね、これ、外しちゃいます。で、結局ここですね、ここのネジを外す。で、反対側も同じ2本あるんで、ここのネジを外す。これでもう外れるのは外れるんで、ちょっとまずやりますね。はい、両側2本ずつ外して、意外と簡単なんですよね。これでもう、ポロッと取れるんで、ただこの時に、プロペラシャフトですね。プロペラシャフトがこう、半分に分割されるような形になると思うので、これは後で戻す時ですね。もちろんここ、またはめてやるという風にしてください。もちろん作業しやすくするために、このプロペラシャフトですね、一旦外しちゃっても全然大丈夫です。それは、例えばメタルプロペラシャフトになってるとか、この、どんなプロペラシャフトをつけてるかにもよるとは思うんですけれども、作業をより簡単にするためっていう意味で、ここを状況に
場合によってですね、外していただいても全然いいのかなと思います。はい。で、あと、ここの配線も一緒ですね。配線も作業の内容によって邪魔になったり気になる場合は、ここのコネクタを外していただいて、それで作業していただくっていうのでも全然いいんじゃないかなと思います。で、これ外さなくても作業できそうだったら全然外さないっていう、やり方もありかなとは思うんですけど、今回、やはり説明しやすいようにっていうので、これですね、一旦外していきます。この外すときにもですね、場所を忘れてしまうといけないんで、そこはしっかり自分で覚えておくという風にしてください。はい。じゃあ、まず、このフロントデッキ、これで外れたんで、交換したい場合は、まあ、これでまた、交換するデッキをここにつければいいって言えば、つければいいだけなんですけど、実際足回りがここについてるんで、それはまた移植するっていうケースがほとんどだと思いますので、ではここからですね、引き続き、シャックル外して、さらに、ここのピボットの方も外していきたいと思います。はい。で、ここでこの謎の木の角材が出てくるんですけど、これなんでかっていうと、まずこの作業ですね、すごい危ないので、やり方が良くないとすごい危ないので、それをすごい気をつけてくださいっていうのを最初にまずお伝えしておきます。かなり失敗するとかなり痛い怪我をする恐れがありますので、ちょっとそれだけは気をつけていただきたいですし、もちろん自己責任で作業していただくっていう前提にはなりますので、もう本当に気をつけてくださいね。で、何が危ないかっていうと、もうちょっと今からやってみるんですけど、この謎の木を使ってやってみるんですけど、このシャックルのこの軸の部分ですね。これを見ていただくと、中に金属のピンが圧入してあるのがわかると思うんですけど、これをですね、外したいんですが、これ、外から圧入してあります。なので、車体をこう見たときに、車体の内側から押してあげると出てくるんですね。で、これを押すときに、まあこの普段 WPL で使うようなサイズのプラスドライバー、これプラス1っていうサイズですけど、これぐらい尖ったものだったら、まあ、押し出すことができるので、ちょっと今回これ使うんですが、例えばこれをこう、ぐーっと押すじゃないですか。で、このピンをドライバーの先でグッて押してほしいんですけど、これすっぽ抜けた時に、例えばこう指で持ってて、すっぽ抜けた時に、これすっぽ抜けたら、もう爪の間とかに、この尖ったツールがですね、ズボって刺さっちゃうんで、もうめちゃくちゃ怖いじゃないですか。で、そういったような怪我は、もう絶対しないように気をつけてください。で、そこを安全に配慮して作業するために、今回はこれを使います。これ何かっていうと、なんだろう。なんか、100均で売ってるんですよ、これ。この四角い木が。で、確かこれ以前、WPL のこのラジコンのコースを作るためになんか買ってきて、なんか使わなくて余ったやつで、何かの作業、まさに今回のような作業をするときになんかちょっとした土台にしたりして、だからちょっと穴が開いてたりするんですけど、なんかそういう風に使ってたものなんですが、もちろんこれ何でもいいですよ。こんなようなものだったら何でもいいので、こういうものを用意していただいて、で、ここを押したいんですよね。このシャックルのピンを内側から押したいので、ちょっとまず、どっちがいいかな。どっちからでもいいんですけど、こっちからいきますか。これを押すのに、こう当て木をしてほしいんですよ。木を当てて、で、これ何にもなしで押しちゃうと、シャックルに横の強い力がかかって、ここ破損しちゃうんですよね。この、シャックルが破損するっていうより、このデッキの付け根がポキッと折れちゃうんで、それをこう注意しながらやるためにこう当て木をするんですけど、何にもないと本当にグッてやったらここはただパキッと折れちゃうんですよ。で、それは気をつけてくださいね。で、これを当てます。で、ただ、こんな風に当てちゃうと、これからピンを押し出したいのに、ピンに当たっちゃってるんで、ピン出てこないじゃないですか。なので、こうピンが出てくる場所はちょっとこう開けといてほしいですね。こんな感じで。で、こう力を入れた時に、このシャックルが横によれないようにっていうのを意識しながら、ここ押します。ぐっと。これちょっと、今カメラに映しながらやろうとするんで、浮かしてやってるんでちょっとやりづらいですけど、実際はこうですね。こんな感じで、
こうですね。で、わかりますかね？ここをグッと押してあげると、こう、すっぽ抜けて自分の指とかに刺さないように気をつけてくださいね。グッと押してあげると、もう今出てますね、ちょっと。ここからピンが出てると思うんですが、この今グッと押したことによって、ちょこっと出てきたこのピンの先っぽをこういう先の細いラジペンかなんかでつまんで、こう引き抜きたいんですけど、ちょっとまだこれ、つかめないんで。ちょっと、もうこれ今、あらかじめグッと押してあるんで、もう結構弱い力で出てくるんで、これでもうちょっと押してあげます。もうこの作業本当にすごいくどいですけど、特にこういう作業慣れてない方は、すっぽ抜けて、こう、指に刺さる。もうこれだけは気をつけてくださいね。これである程度出した状態で、ペンチかなんかで、こう引っこ抜くと。これで、こう、ピンが抜けたんですよ。で、これ、よく見ていただくと、今、これ画面で上側がなんかギザギザがあって、下側はツルツルなんですね。でこのギザギザが、こう、圧入した時に、こう、穴の中で、こう、押さえ込まれて、こう、抜けにくくなるっていう部分なんですけど、ちょっともう一回やってみましょうか。こっち側。こう、ぐーっと押すんですよ。ぐーっと。で、ちょっと出てきますよね。で、ちょっと出が足りないときは、もう少し尖ったようなもので、もうちょっとグッと押してあげて、そうするともう今、出てきましたよね。これ本当に慎重にやってくださいね。でこれ、こんな感じでもう抜けましたと。もうこの状態ですね。で、こっちのピボットの方は、ネジで止まってるだけなんで、もうネジを外します。こっちも一緒ですね。ネジを外します。これで、もう、こんな感じで、デッキと、この足回り、フォーシングですね。フォーシングと、その上にサーボが乗っかってますけど、こっちの一式が外れると。で、ここにコネクタを通す穴があるんで、ここからコネクタ抜いてあげれば、もう、この状態ですね。こんな感じで、アクセル、フォーシングが取れました。っていう状態になります。で、あと、ここにシャックルが残ってるんで、これもさっきと一緒ですね。やる作業としては、さっきと一緒です。こんな感じで当て木をして、変な力が入ってこうパキッと折れてしまわないように十分確認しながらグッと押してあげると。で、こんな感じで先っぽが出てくるんで、ここをペンチかなんかでつまんで引っこ抜くと。そうすると、もうこのシャックルですね。シャックルを外すことができたっていう状態になります。でこれ前後左右とか特にないので、付け直すときはまた逆の作業をすれば付けることができると。で、今回の作業の目的がこのデッキを変えることであった場合は、当然このスイッチもですね、こう外して向き間違えないようにもう一回元に戻す。元に戻すっていうか、デッキを交換する場合は、これ外して、新しいデッキに変えて、そちらに同じ向きでスイッチをつける。で、あとは元に戻すっていう作業になりますね。じゃあ、今、このデッキはもう交換したっていう体で、また組み立てていきます。じゃあ今、ここ、さっき外したシャックルもう一回取り付けていきますね。前後左右は特にないです。で、このピンのギザギザがない方を外側からこう差し込みます。まあ、この辺分かりますよね。で、大丈夫だと思うんですけど、このギザギザがあるところからは圧入になります。ちょっとこう抵抗があるはずなんで、ただ一回外してるんでそんなにきつくはないはずです。こう、指でもちょっと力入れたら いけるぐらい。でも危ないですね。僕慣れてるから多分大丈夫だと思うんですけど、ちょっと慣れてないのでまたこれも爪とか怪我する恐れがあると思うんで、はい、じゃあちょっと丁寧にやります。これからここにもう圧入しますっていう、この準備が整った状態になったら、例えば今たまたまペンチなんですけど、このペンチの側面のこの硬いところなんかを使って、こうグッと押してあげると、こう入るんですよ。もうこれで OK です。圧入なんで、ある程度きついところに、読んで字のごとくなんですけど、グッと入れ込む。もうそれだけですね。
で、ここもさっきと逆の手順ですね。このデッキの、この辺りにあるサーボのコネクタを通す穴に、サーボのコネクタを通して、で、これ引っ張り出しといて、こうですね。このシャックルがある方が前なので、このサーボホーン、これがついてるのが、このシャックルのある方に来ると。まあ、そんなに間違えないと思うんですけど、で、スイッチがある方、こっちにこのプロペラシャフトが来てる。この向きです。で、多分このピボット、このネジで止めてあるだけの方、こっちから止めた方が楽だと思うんで、ちょっと向きだけ気をつけながら、このネジを元に戻す。で、しっかりこの板バネ、こう最後丸くなってると思うんですけど、そこにネジを通しながら、ここですね。ここもそーっと取り付けてください。結構ここネジ穴を壊しやすいので、こう、そーっと締めていって、もう止まったらすぐやめるぐらいにしておいた方がいいですね。これでも意外と緩まないんで、それよりは、緩むのが怖いっていうよりも、もう強く締めすぎてネジ山を傷めてしまう方が怖いかなと思いますので、ここは特に慎重に、もう優しく回して、最後に優しいところで止めといてください。こんな感じ。で、もうこの状態ですよね。で、ここで、またさっきと逆の手順。このシャックルのところに、板バネのこの丸、これをうまく合わせつつ、ピンのギザギザがない方を差し込みます。この状態ですね。で、また当て木をするなりなんなりして、こう安全を確保しながら、このペンチとかなんかこんなようなものの側面でグッと押すと。そうすると、もうこのピンが圧入されて元通りですね。こんな感じの作業になります。で、反対側も同じ手順で戻します。はい、ちょっと飛ばしちゃいましたけど、まあ反対側も一緒ですね。こう圧入し直して、これでこのデッキ、あとはこの下、このユニットが一式できたと。で、これをまたシャーシにこう挟み込むようにして元に戻すと。まあこれも位置わかるとは思うんですけど、ここの2つの穴、前から数えて1番目と3番目に、ここのネジの穴のなんかポッチになってるところ、これがこうはまる。この状態ですね。反対側も一緒です。で、まあ分解してるんでわかると思うんですけど、あとはここまたネジを元に戻すと。こう戻して、ナンバー1っていうネジですね。一番よく使う。短めで頭が大きいタイプ。まあ、今回の作業は、このネジ以外は、このピボットのところのちょっと形が変わったネジしか出てこないと思うんで、まあ、間違えることはないと思うんですけど、で、反対側も同様にネジを戻します。はい。で、あと配線もですね、間違えないように、一応やっておきましょうか。このサーボはまず、この画面で見たときに、右が茶色、真ん中が赤、左がオレンジ。この向きで基板はこうです。ここにこう刺す。こう、基板の右上にサーボを刺す3つのピンがあるとしたら、右が茶色、真ん中赤、左がオレンジ。この向きです。これ反対側でも刺さっちゃうんで気をつけてください。まあ反対に刺しちゃってもショートして燃えるとかはないんですけど、動かないです。動かなかったらまあ反対にまた刺し直すだけで大丈夫なんですけど、この向きは気をつけてください。はい。で、あとスイッチ。このスイッチから来てる配線。これも元に戻さなきゃいけないんですけど、これはさっきと同じ向きでこの基板を見たら、右側になんか他のやつ全部横向きなのに1個だけ縦のやつがあると思うんですよ。
これに、このコネクターについてる凸の部分、今この向きで見ると、片方だけなんか溝に入るような突起があるんですよ。この突起を、このコネクター側をよく見ると、溝が、切り欠きがあるので、この溝に合わせて刺すと。で、こう刺すときに、裏側のこの基板のトゲトゲが指に刺さらないように気をつけてくださいね。はい。で、基板ですね。これでここに元に戻していきます。こうですね。こうやってネジで止まってたと思うんで、これも元に戻します。で、心配だったらこの時点で、動作チェックしてからボディを元に戻すっていうやり方してもいいかなと思います。あ、しまった。これちょっとごめんなさい。注意しながらやってくださいって言おうと思ってたのに僕が忘れてました。すいません。プロペラシャフト。これがですね、今繋がってないです。ちょっと乱暴なやり方しちゃいますけど、これ実はですね、ちょっとグッてやると、この組んだ後でも入るんですよ。こうやって。ちょっとすいません。乱暴なやり方しちゃったんですけど、これリーフの刺すだと結構ここがこうくにゃくにゃ動くんで、後からでも実は刺せるんですけど、すいません。これは、ちょっと動画見ながらやってた方申し訳ないんですけど、いや、刺してないわって今同じようになってた方には非常に申し訳ないんですけど、当然これ刺しながらデッキは元に戻すと。はい、すいません。これはちょっと大変失礼しました。はい、これでフロントですね、元に戻りました。で、実はこれもうフロントができれば、リアは説明しなくても全然できちゃうと思うんで、やる必要もないかなとは思うんですけど、一応ネジの位置だけ、ここに1、2とありますよね。で、反対側にもあるんで、それ4つ、もう本当フロントと一緒ですよね。これ全部取ります。そしたらもう、外れるんで、はい、今両側2個ずつ合計4つですね、外したんですけど、まあ、これ、正直ちょっとこうグッてやれば取れるんで、これ取っちゃってもらうのが早いかなと思うんですけど、まあ、フレーム、大丈夫だと思いますけど、あんまりにも力入れるとフレーム曲がっちゃうんで、それだけ気をつけてくださいね。こんな感じで、外れます。こんな感じで。で、もう、基板も何もないので、後ろ側は。もう、フロントより全然楽なんで、さっきフロント見ながらできた方であれば、もう、リアのデッキも簡単に交換できると思いますので、どうしましょう。やらなくていいですよね。省略しちゃいます。はい。はい。で、当然、戻すときも、これ戻して、こんな感じで、元はまってた場所に戻して、ネジですね。元に戻して、完了と。で、また僕が今、忘れるとこでしたけど、ここですね。まあ、リアも実は、こうやってやると、ちょっとこう、後ろにやれば、こう、はめれちゃうんですけど、はい。プロペラシャフトもちゃんとこう、入れながら、元に戻すと。これで大丈夫ですよね。ちょっと今回、省略した部分も多いんですけど、まあ、さっき説明した通り、フロントやってもらえば、リア全然できると思いますし、とにかく今回の作業で気をつけていただきたいのはもう怪我ですね。怪我だけは、特にこれ怪我をしやすい作業内容かなと感じますので、僕も子供の頃からラジコンをいっぱいいじってきて、いっぱい怪我はしてます、正直。もう、これ一番大きいのこれですね。もう、子供の頃なんでちょっと、これ画面にあんま今映りづらいなって感じになっちゃってますよ。ここザクッといってるんですけど、これが一番子供の頃になんかこうやってて、カッターでズボって切っちゃったんですけど、これが一番大きい怪我で、まあ正直こう結構たくさんラジコンとか、まあ趣味でいろいろいじるで、工具こういうものを使う、特にカッターとか刃物ですよね。そういうものを使うってなった時に、まあ正直怪我はつきものかなとは思うんですけれども、まあこの動画見て作業して怪我しちゃったっていう人が出たら、まあ僕は個人的には非常に悲しいことですし、ごめんなさいって感じにもなるので、自己責任ではあるんですけど、ちょっと今回の作業本当にすごい想像がつくんですよ。なんか、ウッド社長とかめっちゃ多分やりそうなんですけど、この辺をですね、こうグーッと押そうとして、ついついこの先に指があって、すっぽ抜けて、ズボーみたいな。で、みたいなのを、もうウッド社長絶対やると思うんですね。ウッド社長がやるってことは、
同じく初心者の方、特に作業慣れてない方ですね、同じような怪我しちゃう可能性があるかなと思いますので、すごいくどいですけど、今回のような作業は特に怪我に気をつけながらやってください。で、ここから当然ボディ元に戻すんですけど、最初にお伝えした通り、ボディの外し方と取り付け方はちょっと別の動画でもやってますので、この動画で同じ内容やっても無駄に長くなっちゃうだけかなと思いますので、ボディの取り付けは省略させていただきます。はい。では、今回の動画以上ですね。ご視聴いただいてありがとうございました。